皆さんお仕事つく上であるいはなる上でやってるんですこういう修行をして結構こういう苦しい思いはちゃんと私たちは経てるんですよっていう意味での苦行なのか修行なのかあるいはこういうことをやり続けなきゃいけない期間がちゃんとこうやって今私たちはいますとかっていう意味で言うとどんなことがあったりするものですか？坊さんになる前の方がね、はい、すごい修行だったなと私は思うんですけど、ボクサーやってた時期にですね、やっぱりすごい減量ものすごい厳しい減量をすごくずっとやってた、それがやっぱり一番正直修行でしたね。ちょっと待ってください。それはボクサーの話ですよ。ボクサーの話。いやボクサーの話はボクサーは分かる。そうです。そっちの方が逆に厳しかったですね。ああ、そうなんですか。坊さんのなんては別にって感じですね。いや別にじゃないですけど、これやばいな。もうちょっとなんかこういう修行されてるんだな、あるいはこういうことをちゃんとここまでの経典をこう覚えてねとか、肉体的にはそんなにでもないですよね。学ぶというかその座学という的なものが多いんですか？学びますし、多分労働紳士の考えは日々の生活の中とか皆さん普通の仕事の中でそこの場所を知りようとするので、だから特別なこういう荒行をしなさいっていうのはないんですよ。浄土真宗って修行がない。捨てる。なるほど。キリスト教はどうなんですか？非常に近いんですよ。聖書に出てくるパウロっていう人がいるんですが、よく日本の本でも親鸞とパウロとか、パウロと親鸞とかそういうのをこう比較対象してかなり近い教義を持ってるっていうことをで、その信仰の捉え方も非常に近くて、他力本願的な考え方、つまり自分が努力をして努力の結果素晴らしいものが与えられるというだけではなくということではなくて、むしろ自分の努力では救われないっていうような考え方では共通しているんですよね。そういう意味では結局修行っていうのはこれだけすごいことをやったんだから救われるっていう考えですよね。それがないので、で何かこう達成感っていうかここまで勉強したぞと何かしたぞっていう。それはあります。私の場合は大学を出てそれから4年間仕事をしてそれからまたさらに進学校に4年間で、その4年間の勉強は修行といえば修行だったなという、やっぱりもう缶詰でですね、寝泊まりも一つの寄宿舎でやることもやっぱりかなり神学難しいものもあるし、ギリシャ語ヘブル語からドイツ語英語ラテン語の語学をやり、でそれからその他の神学の勉強をするっていうのが、当然その4年間で叩き込まれるんですよね。でそれをしないと聖書は読めないというような考えに、だからそこが修行であったといえばもう本当に4年間修行の。それで脱落してったりあるいは試験にパスしてないからダメっていう人も当然いるわけですか？脱落していくのは自分が牧師に向いていないとか、だからむしろやめた方がいいっていう人もいるんですよね。向いてないって。それは何的にそれは思ったんですか？僕の主観で言うと、例えば挨拶ができないとか普通の人間的なことができないとか、進学校まで来てるのに挨拶できないから勉強はできるけど、そうなんですよ。いらっしゃる。じゃあやめなさいですよ。そうですね。だって人のこれから接していくお仕事です。そうです。はい。だからもう君やめた方がいいよって僕も言う。同級生で。1個下でした。1個下で。やめた方がいいよ。はいはい。でやめてきました。やっぱりそうですよね。サイさんはどうなんですか、その修行というか本当に。イスラム教でも修行というものはないですね。特に体を痛めつけたりとか、私の場合はいろんな国で最終的にはサウジアラビアにいたんですけれども、サウジアラビアには9年10年くらいいてイスラムの勉強はしていました。それ学生というんですか？どういうまさに学生ですね。はい。でそれ以前にもですね、最初に、留学をしたのはフランスなぜかフランスなんですけれども、フランスでアラビア語の勉強と、イスラム教の簡単な勉強をして、でその後に、モーリタニアという国があるんですが、そこでも1年間ほど勉強しまして、最終的にサウジアラビアで、もちろん、基本的にはアラビア語で全ての宗教科目を勉強するので、難しい部分とかはあるんですが、私自身は別に辛かったとかそういうのは思った時はないです。自分で好きなものを本当に勉強してるだけだったので、
はい、辛いとかそういうのはなかったんですね。どちらかというとその修行だとかでなるというよりは勉強して学んでいくっていうことなんですか？そうですね、基本は勉強、知識ですけれども、イスラム教というのは、まあ、モスクの中とか、まあ、限られた空間の中のものではなくて、まあ、人生の全ての面において実践していくべきものでもありますし、その意味では、まあ、人との接し方、挨拶の仕方、両親との付き合い方、子供との付き合い方、そういうのも事細かにまあ、決められていますので、まあ、そういう意味でもまあ、学んだことを実践していくというのが、まあ、基本ですね。まあ、実践の前にもちろん正しい知識がなければ間違ってしまいますけれども、これでも例えばその日本の生活をもともとされてたわけだから、すごく日本の生活から比べたら制約をされることはすごく多いわけですね。例えば食べ物の問題だとか、はい、そのまあ、見ちゃいけないもの見ていいものがこういろいろ変わったりとか、いろんなこう生活も変わるわけだけど、はい、それの生活を変えなきゃいけないというのはある種それは自分の中で苦しさというか。いや、私自身は苦しいと思わなかったです。まあ、なぜかというとそれは、まあ、私がイスラム教というのは、まあ、人生のまあ、私自身にとってですけども、人生をまあ理想的に生きるためのマニュアルだと思ってますので、そこにおいて決まりを守るとか禁じられたものをまあ避けるとか、そういうのは全然苦に思った時はないです。その方がより理想的に生きられるだろうと思うから、それは別にそのないことじゃなくて、はい、ない方がいいんだという。そうですね、はい、合理的だみたいなことなんです。そうですね。じゃあ例えばその他の人がまあ美味しそうに食べれたりなんとかしててもそれは別に全然何も思わないです。はい、まあ、とんかつ食べたりとかそういうのももともとそんなにとんかつが好きだったわけでもないですし、はい、ない。確か今は僕もとんかつは行かないですけど、でも牛しゃぶ豚しゃぶだったら行きたいとかってありますよ。ないですね。ないですか。まあもともとあんまり食にこだわりがなくて、はい、まあ、お酒もでもダメですよね。そうですね、いろんな国にまあ行きましたけれども、まあいつもその土地の食べ物を食べて、その土地の服を着るっていうのはまあ私のスタイルだったので、特に日本食じゃないとダメとかそういうのはまあ私自身はなかったです。人によってはもちろんあると思うんですけれども、